皆さんこんにちは。地位のグルメ旅。今回の滞在先は中国江蘇省蘇州。古くから東洋のベニスと呼ばれる水と歴史が息づく街。世界遺産の摂生園を歩き、千年の塔がそびえる伝説の丘故宮に登り、古い街並みと水辺の景色が美しい山東街もぶらりと探索。そして蘇州の絶品グルメの数々を堪能。透き通る出汁が体に染み渡る蘇州麺。名物の魚料理孫子グーグイや優しい味わいのピールオエビ。朝ごはんには地元の人が通うワンタンをいただく。今回の動画では上海から蘇州への行き方も交えながら、静けさと華やかさが程よく混じり合う蘇州の魅力を皆さんにお届けします。皆さんこんにちは、杉田千尋です。私は今上海駅におりまして、今日はこれから中国の蘇州に旅行に行きたいと思います。蘇州は東洋のベニスと呼ばれるぐらい水の都で、歴史的観光物や世界遺産、そして美味しいグルメもある都市ということで、とっても楽しみです。それでは行ってきます。やっぱ日曜日だから人多いのかな。中国は電車に乗る時とかはね、全部荷物検査があります。駅がでかいね。大連に続いて鋼鉄乗るの2回目ですけど、上海駅はすごい広いし、なんかお店もいっぱい入ってる。美味しそうなもんもいっぱい売ってる。でも蘇州で美味しいもん食べるから。チケットを買うとトリップドットコムでこの改札口っていうのが書いてあって、あと列車番号が書いてあるので看板を見て探します。今回は改札が9で列車番号が G8270。 こちらから改札に進みます。チェック機が壊れてパスポートチェックなしで入りました。てかここで止めちゃうと乗れなかった人が出た時に大クレームになるんで、ここから降ります。大連に比べると電車の本数が多いね。ガラガラや。お、すごい。売店がありますね。ここで飲み物を買ったりお菓子を買ったりできます。ここで食べられるようになってます。長旅でも安心。2等席はこんな感じです。スーツケースはこのような置き場があるのでここに置きます。蘇州行きのチケットはトリップドットコムで購入しました。トリップドットコムの鉄道検索画面で調べると時刻表と行き先が出てきます。上海から蘇州に行く場合は出発駅がいくつかあるので、自分の宿泊先の近くの駅を選ぶといいと思います。私たちは今回上海発を選びました。ここのボタンをクリックするとこのような画面になりまして、席が立ち席1等2等と出てきます。立ち席はないとして結構2等席が売り切れてることが多いんですけど、1等席の方が席もゆったりしてますし、比較的空いているので値段の差がそこまでなければ1等席を取るのをおすすめします。チケットの購入が完了するとトリップドットコムのメッセージにチケットがこのように発見されます。こちらは一応スクショして写真に保存しておくと安心かと思われます。基本的には乗るときにはパスポートの提示しか必要ないので、こちら使うことはないんですが、念のためもし提示を求められた場合に出せるようにしておいています。列車が発車してからは蘇州が終点なわけではないので、中国語で名前読み上げられたらちょっとわからない時もあると思うので、11時18分に着くんだって覚えておくと安心かと思います。蘇州駅着きました。観光ツアー。ディディでタクシーを呼ぶので、このライドって書いてあるところに行きます。蘇州駅に着くともうこの B1 っていう風にピックアップポイントが出るので、ここでタクシーを呼びます。来ます。3分でディディに乗れましたので、これからお昼ご飯を食べに向かいます。世界中で一番美味しいラーメンと呼ばれてるらしいですけど、ここ蘇州麺ね。よいしょ、着いたぜ。混んでますね。で人気ナンバー1と人気ナンバー2の蘇州麺頼みました。塩ベースのものと醤油ベースのものですね。楽しい。もう本当に蘇州麺が大好きだから、本場に来て食べるのめっちゃ楽しみにしてたんですよ。料理来るのめっちゃ早いですね。頼んで5分ぐらいできた。
いただきます。本場のソシュ麺、まずは汁から。うめ、単純な塩じゃないこれ。入れてエビも。なんかボリュームすごくなっちゃった。すごい豪勢な麺だ。これ全部で2000円ぐらいだから。めっちゃあっさりだね。普段塩味食べないけど、すごい味がしっかり、優しいけどしっかりしてて美味しい。何の味なんだろう。ただの塩味じゃない。醤油美味しいですか？醤油もいただきます。うん、さっぱりだね。醤油はもちろん醤油ベースですごく美味しいけど、なんかその塩味なのに奥深いのが新鮮で、こっちがやっぱ人気ナンバーワンなのかなって感じがする。どっちが好き？醤油？あ、そういう。こう。チャーシューがさ、見て、トロトロ。まだちょっと。うまい。油が溶ける。ちょっと味変にまだ味変入れようかな。いやー、鍋に来てよかった。あら。ひっきりなしお客さんが来てるもんね。でも回転も早いからね、そんなに待たずに入れると。ごちそうさまでした。全然足りねえ。困った。量が少ない。いや、そんなことはないんだけど。ちょっとあゆ麺まで行こうかなと思ったけど、さすがに待ってる人もいるんでやめました。お城みたいなホテル着いちゃった。すごいね。これが世界遺産みたいになってる。周りの観光地の絵かと思ってたんだけど、ホテル界。すごいアクセス良くていいわ。シェイシェイ。1階の部屋でした。入ってみます。空調効いてます。涼しい。1部屋9000円、1人当たり4500円でしたけど、広いですね。綺麗。なんか早速すごい気になるのが、ものすごい外から声が聞こえる。プール会ここ開けたらさ、そのままプール行けますみたいな感じになってる。もうお庭はこんな感じですね。夜になったら静かになって綺麗な感じになるといいですね。仕事ができる机がありますね。ベッドはすごく大きめ。これもクイーンサイズぐらいありますね。柔らかめのベッドです。これはクローゼットの中にはバスローブがあったり、アイロンとアイロン台もありますね。金庫があって、ドライヤーもなんかダイソンっぽいやつが。テレビも結構大きめです。無料のお水は4本ついてます。この引き出しの中に入っているのは全部無料で飲めるやつですね。冷蔵庫もちゃんと冷えてます。スリッパもあって全身鏡もある。洗面所バスルームですね。バスタブが大きい。お風呂が思わぬ豪華仕様ですね。シャワールームも別にあります。水圧はちょっと不安定な感じはあるけど、しっかり出てきますね。
お手洗いはこんな感じ。洗面所もかなり広々してます。アメニティ類はしっかりあって、歯ブラシと保湿クリーム、コットン綿棒、シャワーキャップ、あと櫛ですね。石鹸があって、シャンプー、ボディーソープ、コンディショナーあります。1人4500円とね、結構安めなのに、ホテルの作りもすごいラグジュアリーだし、中の部屋もすごく綺麗なので、とってもいいホテルだと思います。ちょっと外の賑やかさは気になるけれども、これもね、全然閉めてれば音入ってこないので、この値段だって考えたらすごく良いと思います。これから世界遺産になっております摂生園というところに行きます。事前にチケットを購入しておく必要があるということで、トリップドットコムで日帰りツアーチケット、こちらを購入しました。タクシー降りたらまっすぐ歩くみたいなので歩いてきます。だからさ、こんだけ人が並んでるってことはもうみんな事前予約してきてんだよね。進行方向すぐのところに蘇州博物館があるんですけど、ここも事前予約制で、当日予約しようと思ったらもう売り切れててできませんでした。すごい人気みたいで1週間全部チケット売り切れてました。無料なので行きたい方は事前に日本から予約していくことをお勧めします。ここっぽいな。身分証、あ、そうだ、今の時間帯だ。パスポート出さないといけない。いいのかな？ OK。並んでると列が2つあるんですけど、事前にチケットを買ってる人はこっち側の右側の方に並んでくださいということでした。左側はチケットを今から買う人の列です。入れました。中国四大庭園の摂生園です。すっごい混んでるから風情感じられるかしらって感じだけど、これ夜のツアーもあって、夜のツアーはもっともっと値段が高くなるんだけど、すごいそれも人気みたい。いきなりハスです。5分先って感じ。全体地図なんですけど、これ入り口ここだ。今こう入ってきたんじゃない？蘇州の街中、東北街にひっそりと広がる摂生園。その起源は16世紀初頭、明の時代へと遡る。この庭を築いたのは王建新という元官僚。政界を離れた後、喧騒を離れ、静かに人生を見つめ直す場所としてこの地を選びました。摂生とは政治に拙し、過去の自分への戒め、そして静かな覚悟がこの名に表れている。この庭園の主役は水。その周りに回廊や東や岩組が詩のように配置される。造形は繊細だが決して押し付けがましくない。1997年、蘇州古典園林群の一つとしてユネスコの世界文化遺産に登録されました。自然を借り、自然に委ね、人の心に静けさを宿してくれる。ここはそんな場所です。すごいね。出口に向かってるんですけど、建物がずっと縦並みに中央を通れるようになってます。でここから出るって。摂生園見終わりました。ぐるっと全体回ってだいたい1時間ぐらいで観光できました。いろいろな庭園が複数こう集まっていて、みんな写真を撮ったり、なんかこうね、映えるような雰囲気のところがたくさんありました。これから山東街という歴史的な通りに行きたいと思います。水郷の景観と伝統的な建築が特徴ということです。夕暮れにかけてすごく綺麗にライトアップされていくそうなので楽しみです。山東街到着しました。晩ご飯を食べたいお店があるので、そこにまずちょっと予約しに行きます。わあ、綺麗。風情ありますね。人がすごいんですけど、これレストラン入れないかもしんないな。この松鶴楼、ここです。入れるかな。今並んでないから入れるって。入っちゃおうよ。もうこれ多分混むんだよこの後。今ね6時半ぐらいなんですけど、並ばずにすんなり入れました。ちょっと早めに来るといいかもですね。
ここのレストランに来たのは、蘇州は3つ有名なお料理があるんですけれども、1つが今日お昼に食べた蘇州麺、そしてもう1つ、これが一番有名なんですけれども、ソンシュグイグイっていう高級な淡水魚を華やかに揚げたお料理と、あとピールオエビっていうプリプリのエビとなんかちょっとお茶の風味が香る炒め物みたいなお料理があるっていうことで、その2つをここに食べに来ました。結構高級なお値段するので、どれだけ美味しいのか楽しみです。どうしよう、これピールオエビじゃなかったら、お茶のエビじゃなかったらどうしよう。いただきます。うまっ。塩味がついたエビ、なんでかわかんないけどちょっと奥深い。これはこうエビが一匹一匹切ってあるのか、一匹すごいちっちゃいのかわかんないんですけど、ものすごい数の大量のエビが入ってます。うまいけどさ、さっきからこれを食べてる人見ると普通にジュースとかお茶とかでこれを単体で食べてるけど、私からするとこれは完全につまみの味なんだけど、食べてみて。これは前回上海に来た時にめっちゃ美味しかった。もう一回食べたくなっちゃう。美味しいけど、前回上海で食べたのとはちょっと味が違うかな。カニの感じがちょっと薄い。やっぱカニ専門店で食べたから、あれとこれとはちょっと別物だね。やっぱチャーハン欲しくね。これチャーハンにかけたくなっちゃうね、どっちも。この後にね、1匹約5000円の魚食うんで、もうチャーハン来たら食べれなくなっちゃう。わー、でかっ。すっごい料理来たね。あー、どうやって食べるんだこれ。私からするとちょっとなんかあれだな、マゴチっぽい感じの見た目にも見えるし、なんで平たい魚なのかこれ。こんな感じでさばいて作られたわけですね。今度釣ってきた魚作ってみたいな、こういう風にできそう。皮をさ1枚残してやんのよこれ。うまっ、美味しい。魚のめっちゃ甘いあんかけ、知ってるなこの味。もっと辛いかと思ったけど、本当に子供とかも大好きなあんかけの味。美味しいね。全く臭みがない、癖がない魚にたっぷりの甘いあんが絡んで、すごい美味しい。あれみたい、黒酢酢豚の魚版みたいな味がする。2人で来てさ、量がちょっと多いんだけど、4人とか5人で来てちょっとずつつついて食べられたら、それは一番最高。量が多いよ、どうしよう。全部ご飯のおかずみたいな感じだね。でも蘇州に来て、やっぱり蘇州のその名物食べるお店って何個かあるけど、ここが一番その観光地と隣接してるから、観光もして名物も食べてっていうのにはすごい来やすい場所で、日曜日のこの時間ですって入れんだからいいよね。ちょっとこのエビさん、エビ美味しくないのか地味に。エビをオンザライス、本当はチャーハンが良かったんだけど、チャーハンが結構大きいやつだったのでご飯にしました。米ですね、魚も。つまみってさっき言ったけど、そうじゃなくて、なんか昼でもいいかなっていうような味だかな。いやー、太っちゃいそうだなこれ。もったいないから食べます。これは5000円はやばい。残せない。魚とエビと麻婆豆腐で三色丼にしました。いいじゃん。美味しい三色丼だよ。いろんな味が混ざってうまい。店内は中国人の人しかいないよね、基本的に。みんな蘇州に週末旅行に来てるんじゃないかな。みんな中国語で喋ってる。日本人はもちろんだし、なんかこう欧米系の人とかも全然いない。だから異国に迷い込んだみたいな、そんな気持ちになれる。魚大きくて食べきれるかなって心配だったけど、意外にペロッと食べきれちゃいました。皮の部分がなんか香ばしくて美味しい。ほぼ食べきりました。
やっぱり3品頼んだ中ではこのお魚の料理が一番美味しかったしおすすめだと思います。2人だと正直何品も頼めないとは思うけど、やっぱりね蘇州といったらこの料理だと思うので、このお店に来たらお魚の料理食べるのがいいと思います。ごちそうさまでした。ご飯食べ終わったらすっかり日が暮れて人がすごいことになってる。歩きながら観光していきます。もう竹下通りより人いるよここ。なんかでも雰囲気があって楽しい。これまさか遊覧船の列、すごい人じゃん。これ乗りたかったけど無理そうだ。これはやばい。食べ歩けないよこれ。見てこれ、やばいだろこれ。これじゃあ何にも買えないね。ここやで。いやこれねやばいからメインの橋のとこ来たけど人がやばそう。ずーっと撮影してたらすぐ怒られちゃうから、さっとサクッとしか撮れないですね。なんかこっちもモニュメントみたいなのいっぱいあるけど開けてるわ。4円より人がいるよね。近未来的。人がすごいたくさんいる。日曜日の夜こんなに混むんだ。暑い。山東街見終わりました。美味しいのも食べれたし、さらにすごい人がたくさんいるってもう大変でした。今から宿に戻ります。夜になるとどんどん人増えるんですね。おはようございます。今は朝の7時なんですけれども、蘇州の人は朝ごはんにワンタンを食べることが多いということで、ホテルの近くにワンタン屋さんがあったので行きたいと思います。朝は涼しいね、ちょっとまだ。でももう登りきってないからまだ予感がするんだよね。何店舗かあるチェーン店なんだけど、結構ねなんか人気があると店が増えてくってパターンらしい。だよね。だからこっちはこっちなんか日本だとなんかチェーン店っていうと悪い響きあるけどそう違うんだって。そう人気が1個出るとそれをこうどんどん広げていくっていう感じらしくて、だから今から行くワンタン屋さんもめっちゃあるんだけど、この近辺にもいっぱい店舗が。で昨日食べた蘇州麺なんかはあれはね1位なんだけど店舗は少ないんだって。ホテルから歩いて 2,3 分ぐらいで着きましたね。綺麗なお店。注文はレジですぐに行う形です。一番右のエビワンタンと右から5番目の赤いスープの辛いワンタンっていうのを頼みました。いただきます。結構でかいの来ちゃった。一番右のやつ25元。これででも25元。ワンタン屋さんっていうのはワンタン以外何もない。多分ない。麺もないっすね。ワンタンオンリー。優しい。朝ごはんの味。ワンタンがすげえでかい。エビこんな大きいんだよ。これがね 1,2,3,4,5,6,7,8 個ぐらい入ってる。エビと豚肉プリプリ。月曜日の朝なんですけど、ちょろちょろやっぱり人が来るもん。オープンしてまだ1時間経ってないから、多分ここから来るんじゃない？出勤前に朝。これはエビ入ってないでしょ？普通のお肉の醤油の方いただきます。こちらは13元260円ぐらい。このサイズで十分だよね、1人だったら。あ、うまい。ちょっとピリ辛。こっち好きかも。味パンチあるね。うん、これ美味しい。エビが入ってるワンタンはすごいプリプリしてて、もう完成されてる。ゴロゴロしてる。お肉感があって、私正直、エビも美味しいんだけどこれもすごい好き。中国のお店っていうか、蘇州来てもそうだけど店内のクーラーガンガンに効いてるから快適にあったかいものを夏でも食べられるって嬉しいですね。どっちが好き？味はそっち、ワンタンはこっち。なんかワンタンレベル違うねちょっと。でもやっぱお前こっちやろ。ワンタンが完成されてる気がする。やっぱスープの味はそっちがうまいな。わかりました。ああ、なるほど。ここに入れてワンタンをつけて食べるの。ワンタンこっちの方がうまいわ。全然うまいし。来てよかった。最高だねこれ。これにつけたいわマジで。
2個ある。でも食べていい？足りなかったらおかわりするから。まだだって朝7時、昼12時。いらないよ。美味しいから。いらない。もう1種類だったの気になるやつが260円だ。食べたい。麺が欲しくなると言いたいところだけど、このなんか余った部分の皮が麺味的な役割をしてくれてる。海苔がうまいよね。岩海苔みたいな。うまい。皮がなんかもちもちすぎなくてうまかったね。ごちそうさまでした。これから虎岡と書いて故宮と読む有名な観光名所に行きます。東洋のピシャの斜塔と呼ばれてて、この塔は地盤沈下によって若干傾いてる、それがユニークで面白いって言って有名になったところだそうです。故宮に着きました。あれ斜めってでしょ。あ、もう見えるけど、ここから見るとそんな斜めになってるように見えないんだけど、ここ7時半からやってるんですけど、今8時でオープンしてからまだ30分しか経ってないから空いてるような気がします。なんかちょっと味があるね、この、あら味がある。音楽も相まってすごくいいね。のどかな中国の日常って感じですよ。確かにワンタンもう一皿食べなくてよかったわ。いやもうお腹パンパンで歩けなくなるとこだった。ここっぺどう見ても正面に見えるもん。ちょこっとだけ分かりづらいね。あ、チケットちょっと買ってきます。大丈夫？券売機でチケットが買える。あ、これ2人分のチケットになってる。いらっしゃい。遠いんでしょあれ。見えてるけどすごい。现在请进2位。ちょっと暑いんでカーで行くことにしました。1人20元払うと山頂の塔のところまで一気に行ってくれるみたいです。片道だから高えな。結構もう汗をかかないように。およそ2500年前、倭の王様フサが父コウリをこの地に葬りました。その3日後、白い虎が墓に現れ、それが故宮の名の由来となったとされています。頂にそびえるのは7層の古塔、雲岩寺塔。壮大に建てられた仏塔は仏舎利を治める場でもあり、考慮の眠る地を見守る塔でもある。わずかに傾いたその姿は1000年の時を超え立ち続け、中国のピサの斜塔とも呼ばれてきました。険しいね。おー。傾いてる？立派な建物だね。すごい。ちゃんと細部まですごく細かく作られてるんだね。綺麗に。なんかその傾きっていうよりも作りが細かくて驚いた。普通になんか見に来る価値がある。みんな入れないで。なんとかわれた顔。こんな朝早朝から開けてくれて感謝。暑すぎるからこのレモンウォーター買いました。買いました。なあ、生き返る。すごっ。ハスの花がめちゃくちゃ綺麗に咲いてる。ホテルの庭園をお散歩してみます。なんかでも一つのホテルって考えるとすごいんですけどね。さっきまで似たようなところに2000円とか払ってたんだから、若干雰囲気だけだったらここで事足りてるよ。本来お金がかかるところをルームキーでタダで入れます。あーすごい。ここ宿泊費が1人4500円じゃん。でも800円がタダになってるって考えたらめちゃめちゃお得だよね。あ、いいね。景色が開放感ありますね。これは3回鳴らすで18元です。鳴らそうここで18元を支払って鐘を3回鳴らせます。何を鳴らしたのかよく分かってなかった
いろんなものにちょこちょこお金払ってるけど、これは有意義な気がするわ。お守りくれました。また中国の人の優しさに触れました。大事にしよう、これ。すごっ。さっきのなんか傾くのよりこっちの方が。昨日行ったところと同じぐらい人気の蘇州麺屋さんに来ました。お昼ご飯を食べます。今日は平日だからか月曜日のお昼時ですけど、比較的空いてます。並ばずにすんなり入れました。メニューはこんな感じで写真もついてて見やすくなってます。ちょっと高級なセットもあります。来るのめっちゃ早かったね。いただきます。あ、やばい。あ、やばい。めちゃくちゃ固まるのが早い。昨日食べたエビと同じエビが入っている。これで20元、それ26元。めっちゃ安い。スープついてる。昨日より安い。正直同じぐらいかな。ここはでも醤油が一番人気だった。麺が長い。昨日のとこで辛い麺は食べてないから全く感じは違うけど、麺の硬さがこっちの方が際立って美味しい。味付けも薄すぎず濃すぎず、焼きそばともまた違う。人気ナンバーワン蘇州麺いただきます。あ、スープの味が昨日のとこと違う。ちょっとスパイスの香りもする感じで。麺が硬いんだ、ちょっと。うまっ。塩が効いてますね。これで26元はめちゃくちゃ安いと思います。パン粉をいただきます。結構衣が分厚め。パン粉はまあ普通かな。ありがとうございます。よし、ちょっとマーラー。蘇州エビのシューマイって書いてある。うまっ。これ小籠包ともやっぱ違うし、ワンタンとも違う。好きです。何も好きなのいいだよ。めちゃくちゃジューシー。2人で食べるんだったらやっぱ麺1個ずつとちょっと一品どっちかの方がいいですね。安いなと思って量少ないんじゃないのって思っちゃうけど、量結構多い。すっごい喉詰まりますね。最後の1個です。ごちそうさまでした。帰りの列車を予約するときに前回と同様一等車を予約しようと思ったんですけど、もう1個200円差ぐらいでプレミア席っていうのがあったので、こちらを取ってみました。どんな席か見てみようということで乗ってみたいと思います。うわ、確かに広い。接続部分の席ってことですね。プレミアシートはこのような感じになってます。先端部分でより広くなってますが、席が少ないのでちょっと静かすぎる感じですね。足を伸ばすスペースも一等車に比べてさらに広くなってます。200円差なら正直安いかも。
はい、ということで蘇州に1泊2日の旅に行ってきました。念願の蘇州麺も食べられましたし、珍しい郷土料理も食べることができて、歴史的な建物も見れて大満足の旅になりました。主要の観光地は全て車で回れて近くて効率がよく見ることができたので、それもすごく良かったですし、今回宿泊したパンパシフィックホテルもとっても風情があって蘇州の雰囲気を感じることができて、お値段からは考えられないぐらいお得なホテルでした。上海から30分というアクセスの良さを考えると、時間があるのならばぜひ行ってみる価値があると思います。ただし今回ね、すごく暑い夏に来てしまったので、暑くて観光がすごく大変だったので、できれば春とか秋とか涼しい時期に行っていただけると、より自然をしっかりゆっくり感じることができるのかなと思います。あとは週末に行ったんですけど、やっぱり観光地はもうすごく人が密集するので、できれば平日に行ける方は平日に行った方がいいのかなと思います。ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。